ここが好きだよ日本人へようこそ。日本では秋頃から就活の季節に突入します。就活用のスーツを着た若者たちが緊張した面持ちで就職説明会や面接などに向かう姿を見かけることが増えてきます。希望の会社に入れるのか、すぐに内定をもらえるのか、不安を抱えながら就活する人も多いでしょう。しかし中国人が母国で就活すると日本では考えられないような問題にぶち当たります。そのため母国ではなく日本で就職したいと考え、日本語の勉強に励んでいる中国人留学生も少なくありません。日本と中国では就活に一体どんな違いがあるのでしょうか。ハロー、こんにちは。私の名前はチェンシー。中国の広東生まれの23歳。あれ、中国語の挨拶はニーハオじゃないって思う人多いかもしれないわね。ニーハオでもいいんだけど、ちょっと堅苦しい言い方なの。だからフレンドリーにハローって挨拶させてね。まずは私のふるさとである広東について紹介するわ。広東は中国の南の方にある省で、香港やマカオとも地理的に近いから3カ所旅行することだってできるのよ。中国に旅行するならやっぱり気になるのはグルメよね。広東には日本でもおなじみの郷土料理が豊富にあるから日本人の口にも合うと思う。せっかくだから広東料理について紹介させてね。北京料理は塩気が強くて、四川料理は唐辛子がガツンとくるの。素材の持ち味を引き出すためにあえて個性的な調味料は使わないのが広東スタイル。塩、胡椒、砂糖、醤油など日本でも普通に使われている調味料が中心で、基本的に味付けは薄めよ。広東グルメといえばやっぱりヤムチャが有名じゃないかしら。ヤムチャというのはシューマイや小籠包などの点心を中国茶と一緒にいただくことね。日本でもヤムチャをいただけるお店があるけど、広東では家庭料理みたいなもの。親戚や近所の人たちが集まってみんなでおしゃべりしながらいただくの。懐かしいわ。それ以外にも酢豚、カニ玉、油淋鶏、八宝菜あたりも広東生まれと言われている。もちろん中国には地域の数だけレシピがあるから、どこが発祥なのかを確定するのはちょっと難しいんだけどね。私は今広東で暮らしているのかって、実は日本の会社に就職して1年が過ぎました。日本の大学を卒業しているから5年ほどは日本で生活しているわ。初めて私が日本に興味を持ったきっかけは日本の学校の部活動。中学生や高校生の時にしかできない青春だって眩しく思えたわ。それで中国の大学に進学するつもりでいたけど、日本留学を決意したわ。日本では部活そのものは特別なものではないと思う。でも中国の学生生活は部活や校外学習を楽しむ雰囲気は皆無なの。日本でも受験が大変だと思うけど、中国は悪い意味でそれ以上。いい大学に行けば高給取りになれると信じられているけど、小さい頃から勉強漬けなの。勉強する時間を確保するために立ったまま寝るとか、着替えの時間がもったいないと一日中同じ服を着ているとか、そんなつわものたちだらけ。私も親にいい大学に入れって言われてきたから、中国の名門大学入学を目指して頑張ってきた。だから余計にテニス部とか吹奏楽部とか美術部とか日本の部活に感動してしまったの。過酷な受験戦争を勝ち抜いて報われるならいいけど、ちょっと違うのよね。日本でも紹介されたことがあるけど、寝そべり族っていう言葉知ってる？今中国の若者の間で大流行している生き方で、ちょっとした社会現象なの。家を買わない、車を買わない、結婚しない、子供を作らない、消費しない、頑張らない、
簡単に言ってしまえばこの6つのことをやらない主義のことよ。誰にも迷惑をかけずに最低限の生活をする人たちのことなの。日本でも最低限のものに囲まれて生活するミニマリストという生き方があるわよね。それと似ているけど根っこの部分は全く違う。受験戦争に勝つために全ての時間を勉強に費やしても全く報われないから寝そべり族が生まれたの。いい大学に入って都会の大企業に勤めても待っているのは996や007。朝9時から夜9時まで週6日間勤務。午前0時から深夜0時まで週7日間勤務の日々よ。寝そべりは死を待つことを意味するが、それでも立ち続けて突然死になるよりマシだなんて言われることもあるの。今でもこの言葉を聞くと背筋が凍るわ。暗い話が続いちゃったわね。ごめんなさい。私はせっかく勉強するならそれを生かした仕事に就きたいの。死に物狂いで勉強した結果が寝そべり族なんて嫌じゃない？それで日本で就活したい。それなら大学は日本。そう思って留学を決意した。高校生活のうちの2年半、自分の夢のために死に物狂いで日本語を勉強したわ。日本留学試験では数学の試験もあったから苦手な科目だったけど頑張った。小論文は日本語で書かないといけないから毎晩日本の漫画を読んで猛特訓。日本の大学に入るのは簡単なことではなかったけど私は幸運なことに一発で合格したわ。これも毎日日本語で漫画を読み続けた成果よ。晴れて日本の大学に入学した私が早速入ったのが大学のサークル。なんとラーメンを食べ歩きするサークルに入ったの。平和じゃない？中国にもいろいろな麺料理があるけど日本のラーメンは別格だって話を聞いて食べ歩いてみたいなって思ったんだ。中国の大学にはサークルがほとんどないから他大学との交流とか本当に新鮮な体験ばかり。そこで仲良くなったのが豚骨ラーメンが大好きなまどか。エレガントの雰囲気でラーメンとは無縁な見た目なのにどうしてこのサークルに入ったのか聞いてみたの。私は将来自分のお店を持ちたいからいろんな味を知りたいの。でまどかは答えた。まずは大手の飲食チェーンに就職して経営のノウハウを学んでいきたいって言ってた。目標に向かって頑張るって素敵。改めてそう思ったわ。そんな私も大学3年生の半ばに差し掛かった頃から就職を意識しだした。両親は関東で就職先を探してほしいと連絡してきたわ。でも私は中国で就職活動をしてもうまくいく見込みがないから日本で就活することにしたの。うまくいく見込みがないの、どういうことかわかるかしら？ちょっと政治的な話になるのでうまく説明できるか心配だけど、中国は共産党の一党独裁でしょ。中国人はみんな共産党員と思われがちだけど必ずしもそうじゃない。両親は共産党に入っているけどいわゆるペーペーよ。私も私の両親からいつ入党するのって言われてきたけどなんとなく入り損ねちゃった。びっくりすると思うけど意外と中国ではそういう若者が多いのよ。実は共産党員かそうじゃないか、両親の階級が高いか低いかで就活の成功率が左右されるの。中国では企業の経営陣に入って最初にすることは共産党に入ること。組織に共産党員が3名以上いたら共産党委員会を設置するのが中国のルールなんだけど、会社をうまく運営するためにひとまず入党する人が多いの。私も就活のために入党することもできたけど日本で生活する期間が長くなってなんとなくそういう気持ちになれなかった。私がどうして日本で就活することにしたのかがこれが一番の理由かもね。
念のため言っておくと、別に中国の政治体制を批判しているわけじゃないからね。日本で就活を始めて私が驚いたのは、採用担当者が学歴以外の活動を見ていること。ある会社の面接では、私が入っていたラーメン食べ歩きのサークルについては本当にいろいろ聞かれたわ。どのラーメンが一番美味しかった？一番好きなラーメンの種類は？中国のラーメンとはどんな違いがあるの？びっくりするほどの質問攻めで、本当に私を採用する気があるのか心配してしまったわ。内定をもらえたから採用担当者が純粋にラーメン好きだったのかもしれないわね。サークル仲間のまどかによると、中学校や高校の時の部活やボランティア活動なんかも就活で重視されるんだって。職種にもよるけど、勉強だけ頑張ってきましたでは面接受けは良くないらしい。今振り返ってみると、確かに過去の受験勉強については何も聞かれなかったわ。あなたはこの会社でどう成長していきたいかなんて質問もあってびっくり。中国では即戦力にならないと即クビで、成長するまで待ってもらうことはできないの。新卒者は実務経験がないことがほとんどだから、無給のインターンやパートからスタートするのよ。そして一番驚いたのは、応募書類でも面接でも支持している政党を聞かれないこと。入党していなくても求人に応募できるけど、不利になるのが現実なの。親が上の階級だとどんどん大企業から内定が出るというから、何とも言えない気持ちだわ。それで最終的に私の就活はどうなったかって、簡単には内定が出なくてどうしようかと思ったけど、見事貿易関係の会社に就職することが決まったわ。日本のとある企業のインスタントラーメンの輸出にも関わっている会社なの。内定の通知が来たことを知ったまどかはこう言った。日本のインスタントラーメンの未来はチェンシーにかかっているからね。チェンシーは日本の学校では当たり前のように存在する部活やサークルに感動し、就活では学歴以外も配慮されることにとても驚きました。また就活に政治が絡まないこともチェンシーにとっては新鮮な体験でした。チェンシーが共産党に入っていなかったのは、政治的な主張があるというより、なんとなく入るタイミングがなかったから。ただ入党しているかどうかで進学や就職に何かと影響が出るのが中国の現実です。現在の中国では、行き過ぎた受験戦争や就活を逃れるため、優秀な人材が海外に流れる傾向があるそうです。もちろん日本の就活も何かと大変ですが、中国のような生きづらさはないような気がします。就活生の皆さんも就活で辛いと感じることがあったら、ぜひチェンシーの経験を思い出してみてくださいね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。視聴者の皆様のご意見ご感想をコメント欄までお寄せください。もしよろしければ高評価やシェアしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画をお楽しみに。